どうも、動画のネタよりも毎日の献立を考えることに頭を抱えている底辺アクアリスト黄昏です。今回は僕が大嫌いなスネールを駆除するために行った対策によって水槽が崩壊しリセットまで追い込まれたお話をしていきます。遡ること約4ヶ月前、現在選別したグッピーを入れている右下の30センチキューブ水槽は以前なんちゃってレイアウトをしていたんです。5月22日の映像がこちらです。風山石だったかなとパールグラスを敷き詰めた感じの水槽でした。全盛期はこの映像よりもパールグラスの密度は濃くなってて、適当に管理してた割には気に入ってたんです。しかしお得意のメルカリで購入した水草にスネールが混入してて、カワコザラガイよりも嫌いな渦巻き系のスネールが湧いたんです。最初はグッピーを避難させてアベニーパファーを導入して駆除を試みました。導入してしばらくしてスネールを見かけなくなったんでアベニーを引っ越しさせ再度グッピーを入れたんですけど、またどこからともなくスネールが湧いてきました。これは生態だけでは完全な駆除はできないなと思ったんで、ついに薬品の力を借りることにしました。以前水草その前にの効果検証動画でも登場したスネールバスターを使用しました。知らない方のために一応スネールバスターの概要をお話しします。スネールバスターとはウオハルさんから発売されている海藻抽出物質を原材料としたスネール除去剤です。スネールなどの軟体動物のみを対象としているので、魚やエビ類、水草にも影響がありません。段階的な投与でスネールの短期的な痙攣による行動障害を起こし、最終的には衰弱による餓死、産卵阻害、他生態による食害で駆除していきます。要するに直接的に駆除するわけではなく、動けなくなることによって駆除するわけですね。他生態による食害もあるので、スネールを食べるような生態を入れていると特に効果があります。基本的に規定量を3回以上投与していく形になります。スネールの発生した水槽に投与する方法の他に、先ほど紹介した水草その前にの動画でも触れているように、購入した水草のトリートメントにも使えるので、とてもいい製品だと思います。注意としては、スネール以外の苔取りで導入している貝類にも影響を与えることや、エアレーションを行う必要があること、水質に影響を及ぼす可能性があることなどが挙げられます。水質に関しては正直スネールバスターに限った話ではなく、水槽の外から何か物を入れた場合は必ず起こりうることなので、全てにおいて注意が必要です。というわけで、そんなスネールバスターを購入して実際に使用してみました。1回目の投与からみるみるうちにスネールの死骸が水槽の隅に転がるようになり、3回目の投与ではほとんどのスネールを駆除することに成功しました。しかしよく見てみるとまだ生き残りのスネールがいたため、根絶させるために4回目の投与を行いました。ちなみにスネールバスターを使用中、特別エアリエーションは行っていませんでした。グッピーたちの様子を見ても鼻上げなどの酸欠症状が出ていなかったためです。ただ4回目の投与をする際に一応保険としてエアレーションを追加しました。投与した翌日、水槽を見てみると、なんと水が真緑に変色していたんです。よく言うグリーンウォーター的な色です。僕はメダカを飼育したことがないので詳しくはないのですが、植物性プランクトンなどが繁殖することによって緑色になると聞いたことがありました。ただ明らかに意図していない形でのグリーンウォーター化だったので、これはやばいと思いすぐにグッピーたちを避難させ水質検査を行いました。pH は若干アルカリより、
基本的に溶岩砂と風山石の影響もあり、アルカリ性だったので、これは特に問題なし。ただ、硝酸塩、亜硝酸塩の数値がだいぶ高く、生態にとっても良くない水質なことは明らかでした。極めつけはアンモニア濃度です。検査薬の色がどす黒くなっていて、比較の紙の色よりも濃くなっています。いや、こんなの初めて見ましたよ。もう完全に死の海状態と化してました。それから8割の換水を段階的に行い、水質も少しずつ改善されていったのですが、ちょっとこの水槽にまたグッピーたちを入れるのは怖かったんで、残念ですがリセットをすることになりました。結構気に入ってたんで悲しかったんですが、背に腹は変えられないので仕方ないです。未だになぜこのようなことが起こったのか、はっきりとした原因は分かっていません。スネールバスターを投与したことがきっかけで水槽のバランスが崩れたのは確かなんですが、規定量以上の投与をしたわけでもないので疑問が残っています。いろいろ考えたんですが、自分の考察ではスネールバスターを投与したことにより大量のスネールの死骸が発生、アンモニア濃度上昇、エアレーション追加によりプランクトンが急激に増加、死のグリーンウォーターの完成のような経過をたどったのではないかと考えています。エアレーションを追加した翌日にグリーンウォーター化したんで、酸素供給が関係していることは明らかだと思います。ただ、グリーンウォーター化したのは水質悪化が表面化しただけであって、それ以前からスネールの死骸によるアンモニア濃度の上昇があったのかもしれません。逆に気づけてよかったまでありますね。グッピーたちが丈夫で特に変わった様子がなかったので余計気づきませんでした。この経験を踏まえて、以前のスネール駆除動画のように水槽に入れる前の投与が一番効果があって安全だということに気づいたわけです。自分みたいにこんな盛大に失敗する方はいないと思いますが、くれぐれも水槽の中に何かを添加する際は細心の注意を払って行うようにしましょう。底辺アクアリストとのお約束です。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。動画制作の励みになりますのでぜひ。それではご視聴ありがとうございました。